皆さんこんにちは。日本語ジャムの綾乃です。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の方に向けて自然な日本語で話しています。ぜひコーヒーや好きなドリンクを片手に持ちながらリラックスして聞いてください。そしてリスニングやシャドーイングの練習に使ってください。実は今タイのバンコクに来ています。旅行で来ました。バンコクは学生の時からずっと行きたかったんですけど、チャンスがなかったので、今ようやく来ることができました。本当に嬉しいです。やはり日本と比べると気温がとっても暑くて、日差しが出ていると汗がたくさん出てきます。なので今日朝メイクをしたのですが、もうすでに今お昼なんですけど、メイクが取れてしまっていて残念です。でも道ですれ違うタイの人たちはみんなメイクもしっかり可愛く仕上がっているし、全然汗で崩れていないので、どうやってお化粧してるんだろうってすごく疑問です。皆さんはタイに来たことはありますか？タイに行ったことはありますか？タイに住んでいる方もぜひコメントで教えてください。私はこの旅行の前にシンガポールに行ったんですね。シンガポールには生徒さんが何人かいるので、その生徒さんたちに会いに行くっていうのと、あとシンガポールにも旅行に行きたかったので、3泊4日で行ってきました。シンガポールではナイトサファリに行ったり、マーライオンとかマリーナベイサンズを見に行ったりしました。食べ物も美味しくて、人も優しくて、街も綺麗でとても楽しかったです。そしてシンガポールからタイは飛行機で3時間ぐらいなので近いし、ずっと行きたかったので行ってみようと思って思い切って航空券を買いました。私は大学を卒業する前にインドにツアーで一人で参加して行ったんですね。それが2020年の2月だったかな。ちょうどコロナが流行る前だったので、ギリギリ旅行をすることができました。それが一番最近行った海外旅行だったので、約5年ぶりの海外になります。それまでは国内旅行とか日帰り旅行をしたりはしていたんですが、海外は久しぶりだったので、今回はちょっと旅行する前に緊張していました。飛行機に問題なく乗れるかなとか、ちゃんと入国できるかなとか、現地で注文とかできるかなって心配していたのですが、今のところは何も問題なくできています。そして今、タイに着いてから1日目なんですが、まだタイ料理を食べていないんですよ。朝はホテルの朝食を食べました。でもタイ料理ではなくてメキシコ料理だったかなと思います。おしゃれなカフェが併設されているホテルだったので、朝食もカフェ風のおしゃれなメニューばかりでした。私が泊まったのはホテルジョッシュというところです。すごくおしゃれで、多分女の子だったらみんな好きなんじゃないかなと思います。価格もそんなに高くなくて、素泊まりだったら1泊5000円か6000円ぐらいだったかなと思います。内装もおしゃれだし、そこで働いている方たちもおしゃれなお姉さんお兄さんという感じで、とてもスタイリッシュなホテルだなと思います。ぜひバンコクに旅行に来る人は参考にしてみてください。そして今タイの公園にいるんですが、リスがたくさんいるんですね。リスが木にたくさん登っていてとっても可愛いんですよ。そして公園の管理人の人がいたんですけど、その方がナッツみたいなものをリスにあげていました。とても可愛いです。一本の木に5、6匹ぐらいリスがいるかなと思うんですけど、こんなにリスがいるのは初めて見ました。あとはやはり木も日本にある木とは違って暑い国なので南国っぽい感じがするなと思います。ヤシの木みたいのがあったり、見たことがない植物があったりして、やはり海外に行くと
違う視点が見つかるというか、日本にいるよりもいろんな刺激があるので、とても楽しいなと思います。ちなみに皆さんは旅行中にいつもすることはありますか？例えばその観光地のステッカーを集めるとか、観光地の有名店だけではなくてローカルなお店にも入ってみるとか、スーパーに行ってみるとか、そういうふうに旅行先でこれはいつもやろうと決めていることはありますか？私の場合は手紙を書くっていうことをやっています。今回もポストカードをどこかのお店で買おうかなと思っていて、それを日本の友達や家族に送ろうと考えています。手紙を出す理由は単純に私が手紙を書くことが好きだからっていうのと、あとは文房具が好きだからですね。ポストカードのデザインとか日本にはあまり見ないものもあるので、とても可愛いなと思いますね。そして旅行中の気持ちとか思い出をその相手に伝えるっていうことで、自分自身も旅行を振り返ることができます。それも手紙を書くことのいい点だなと思っています。しかも普段友達とか家族に手紙を書いたりすることってなかなかないじゃないですか。だからそういう時に手紙を出すと、いつもは言えない感謝の気持ちとか、そういうのを伝えることができるので、いい機会だなと思います。皆さんももし旅行中にこれは必ずやってますということがあれば、コメント欄で教えてください。ではですね、ちょっと暑くなって汗をかいてきたので、この辺で今日は終わりにしたいと思います。また旅の後半でもポッドキャストを撮りたいなと思っているので、その時にはですね、また観光地も巡っていろいろな感想もお伝えできればと思います。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。日本語ジャムのあやのでした。じゃあね、バイバーイ。